こんにちは。今回はブルプロ通信16についての動画です。ブルプロ通信16で新クラス、ピートパフォーマー実装などのアップデートに関する新たに公開された情報をまとめて説明していきます。ブルプロ通信でご紹介された流れで見ていきます。最初は4月アップデートについてです。アップデートの日程は4月24日の水曜日です。投稿時点でアップデートの時間はまだ発表されていませんが、いつも通りだと月曜日くらいに時間が出ると思います。今回のような比較的大きなアップデートだと、アップで開始時間は10時。早くて8時開始で、終了予定時間は16時30分が恒例です。ただし大抵大きなアップでは予定より延長されるのも恒例です。古書大型アップデでは18時45分に終了しました。また前回の新クラスである槍のブリッツランサーは、2023年8月16日のアップデで追加実装されましたが、この時は17時50分に終了しました。今回は新クラス、ピートパフォーマーが実装されるので、アップで終了時間は18時くらいと予想します。前回の新クラスの槍が実装されてからなんともう8ヶ月経ちましたね。新クラス実装、かなり久しぶりで楽しみです。というわけで今回のアップでの目玉は新クラスのビートパフォーマーです。ビートパフォーマーについてのスキル詳細等は以前の動画でも触れました。実装前の情報ですので効果時間や効果量等は多少異なると思いますが、およそ全スキルの性能は先行プレイ時の説明文でご紹介していますので、お時間ある方はぜひともご覧ください。アップで内容を順番に見ていきます。いつも通り調査と上級調査が1つずつ、フィールドの自由探索が2つ追加されます。上級調査はカルトゥームで、疲労状態を付与するガストラップが配置されてます。効率よく運搬ギミックを進めるためにもアンチスタミナアウトを装備したいです。おそらく新しいイマジンでも対策できるようになると思いますが、現状だとこちらのいいイマジンがアンチスタミナアウトを持っています。上級カルトゥームに行く際はこの点注意したいですね。最悪装備しなくとも、まばゆき溝よりはマシだと思います。それと一部のゲーム系メディアの先行プレイレポートから70レベル武器が雷属性かつグランド特攻持ちが判明しました。おそらく上級カルトゥームのドロップ武器だと思われます。また、エネミーは氷弱点、非耐性寄りです。バーンハルト兵やドコルマンといった雷弱点もいます。氷属性は現状で最も弱いため、あえて氷武器を持つ必要はありません。氷やられや氷バーストになるとミッションの周回時間が遅れると思いますので、逆に氷武器を持っていくと時間がかかる可能性さえあり得そうです。70レベルの雷グランド武器が入手できるまでは、いつも通り非属性武器、もしくは最大強化した70レベル武器なら何でも良いと思います。調査、上級調査。フィールド探索もアップデートできるだけ早い段階で動画投稿できればなと思っています。特にフィールド自由探索の黒宝箱の1動画は早めに投稿する予定です。EX ラッシュは3弾が更新されるとともに、新しく SP のソロ専用がクラスごとに実装されます。こちらは SP パーティーとは別枠です。高難易度のミッションを挑戦してみたかったけれど、パーティーを組むのが苦手で挑戦できなかった人へ朗報ですね。こちらも実装後全クラス分クリアして動画にしたいと思います。解説つけて面白そうなら解説も入れるかどうかは迷いどころです。そして今回のレイトークは防衛戦になります。ブルプロ通信では特に触れられていなかったと思いますが、防衛戦も何か調整されている可能性はあります。多分、ギターが実装されるので、ギター18人とかになるとかなり厳しいかも。いつも通り T8SA も開催されます。やりたい人はどうぞです。そして機能回収についてですね。ということで次に回収項目をご紹介します。4月の回収内容一覧についてはこちらです。こちらに記載されていない部分も回収されるとは思いますが、公式お知らせでアップデート情報が出るまで不明です。詳細の回収内容はアップデ後に動画で触れるかどうか決めたいと思います。それではまずマッチングサポートについてです。こちらは冒険者ランク3から解放される機能になります。クリア済みミッションからランダムに参加する代わりに、通常よりも経験値報酬が多く獲得できます。さらに1日5回までサポート特典が付き経験値が上乗せされます。マッチングサポートによるサポート特典受け取り回数は左下に表示されるようです。突入条件のバトルスコアをクラスレベル5刻みで設定されています。クラスレベル27の場合、突入条件は、バトルスコア1750以上、クラスレベル25以上、となるそうです。バトルスコアが挑戦可能かつクリア済みが条件というわけですね。
この機能の実装でミッション周回によるレベル上げの効率が良くなります。新クラスやサブクラスのレベル上げが面倒に感じていた人は、ぜひとも1日5回はこの機能を使用してレベル上げすると楽ができます。それとこのマッチングサポート機能追加に伴って、マッチング繰り上げスタートという機能も調整されます。これは何のことかといえば5章と共に実装されたミッション加速化対策の一つです。これにマッチングサポートも適用されるようになります。さらに上級調査でも適用されるように調整されます。おそらく EX ラッシュ等は適用外ですが、大体普段周回するミッションは3人かつ1分以上経過で突入できます。3人さえいれば固定パーティーで周回しても楽しめるかも。ミッションがアップデごとに追加されるため、追加調査のミッションが加速化するのは必然でしたが、今回の調整で加速化した上級でもいけるようになりました。いつか本当に3人さえ集まらなければもっと緩和されるのかなと思います。というわけでマッチングサポートと加速化対策の繰り上げスタートについてでした。次にミッションリザルト時の宝箱の自動回収についてです。ミッションクリア時に敵のドロップした宝箱が未開封だった場合、リザルト時に全て自動で開封し受け取ることができるようになります。これでミッションの道中で宝箱がドロップして拾う手間も省けますし、ボス戦の取り巻きをわざわざ倒してからボスを倒すなんて必要もありません。リザルト画面の後ろで宝箱が残っていても悲しくなりません。個人的には宝箱が落ちて自動的に開くまでの演出がセットでもいいかなと思いました。アクスラ系のゲームってこの宝箱落ちる演出が大切ですからね。宝箱が数種類のレア度で分けられて、レア度ごとに何かドロップが変わってもいいですし、せめて武器かイーマジンか見分けがついたりしたらより面白そうです。HUD のバフでバフの残り時間ゲージの追加についてです。バフでバフのアイコン下に効果時間のバーが表示されます。従来同様、自身とターゲット中のエネミーが対象です。どうやらパーティーの人の時間はわからないようです。個人的にはこれ以上バトル中の CPU の負荷を増やして、エラー落ちしないかだけが心配です。ちなみに私は杖のエラー落ち対策に、フレームグレネードをチャージして使ってます。もしミッションで杖のエラー落ちがひどい人は、フォローバレットとかアイシクルを控えると良さそうです。もっと言うとフレームグレネード連打でも落ちます。マイキャラカード回収についてです。現在ミッション開始時等に表示されているものですね。新しくフレームの変更が追加され、勲章と同じように設定できるみたいです。冒険者カードも同様にフレームが追加され、背景もカスタマイズできるようになります。アップデ後に一つずつ配布され、残りは GC 記念品交換所などで獲得できるみたいです。ワープに関する機能追加と調整についてです。ショートカットリングにポータルを設定できるようになります。これに連動したショートカットキーでもワープ可能です。この機能でメニューからマップを開かなくても直接ワープできるようになります。開拓局前と今季防衛専用の外門前ポータル。この2つは設定しても良いかもです。あとはフィールド自由探索のポータルも忘れがちなので、自由探索系でも登録すると便利そうです。ショートカットリングは8個の枠を3リング分保存できるので、リング1はジェスチャー用、リング2と3はワープ用とかにすると使いやすいと思います。ここまでが4月の回収内容についてでした。その他回収についてはアップデートのお知らせ待ちです。月はガシャの更新についてです。エーデルガシャ。衣装ガシャです。鎧っぽい感じのデザインですね。一番鎧っぽいやつが好みかも。どこでパーツが分離されているかで欲しいやつが変わりそうです。私はパーツが細かく分かれている衣装が一番欲しいですね。女性タイプのトリートシリーズがパーツ分割もされるそうです。今後も衣装パーツはできるだけ細かく分かれていると嬉しい人が多いと思います。男性バージョンです。ボードバイクガシャ。マウントガシャです。近未来的でかっこいいですね。バーンハルトの機動部隊みたいのなのが使ってそう。ガシャのおまけです。いつも通り衣装ガシャ最大70回、マウントガシャ10回までで、合計回数に応じたジェスチャーが獲得できます。マンスリーイベント、ロマンのかけらです。今回はなんと新クラス、ビートパフォーマーの衣装が交換できます。月下そうという衣装だけでもすぐに交換しておきたいです。ここからは皆さんお待ちかねのビートパフォーマーについてです。スキルの詳細については以前の動画でご説明していますが、実際にどのようなクラスかブルプロ通信にて、実機で操作してご説明がされていました。詳しく実機で動かしている映像が見たい方は、公式ブルプロ通信、16の方でご視聴くださいね。ここでは簡単なビートパフォーマーについてのご紹介と、個人的に気になった細かな点について触れていきます。
ビートパフォーマーは見た目の通りギターを使用して演奏しながら戦うクラスになっています。クラスアクションではジェネレートアンプという設置物を置き、自身の攻撃やスキルを拡散して戦います。固有のヒートゲージというものを持ち、アンプに拡散した攻撃をヒットさせるなどして、ヒットゲージを増加させ、最大値で攻撃やスキルを強化するハイスピリットを発動できます。アンプ、ヒートゲージ、ハイスピリット、これら3つを駆使し、攻撃やスキルで戦うというのがビートパフォーマーです。肝心なスキルについて4つご紹介がありましたので説明します。ハルシオンノート。こちらは演奏して範囲回復できるスキルです。自身とアンプを中心とした範囲回復ができ、タイミングよくスキルボタン追加入力で効果量が増えます。ハイスピリット状態時は回復量とエリア範囲がより強化されます。このような演奏タイプのスキルが基本となるスキルです。ブレイブノート。範囲強化バフを負ける演奏スキルです。こちらは効果が4ダメージアップ中です。効果量は通常時に 10%、ハイスピリット時に 15% のバフです。こちらは以前投稿した動画と同じことをお話しされていました。実装時にはもしかしたら調整されて変更される可能性もありますが、おそらく変わらないと思います。スタンウェーブ。音波を射出するタイプのスタン付与スキルです。このタイプのスキルは音波がエネミーを貫通し、アンプを当てるとさらに範囲効果へ拡散されます。演奏スキルと合わせてこの音波スキル、2つのタイプがかなり特徴的で、ビートパフォーマーの基本となるスキルですね。ちゃんとアンプにロックすることもできるので、音波を射出してアンプに当てるのも簡単そうです。ソリッドケイン。アンプを設置するとともにバフを巻くスキルです。アンプを中心とした範囲の味方に、スーパーアーマーと非ダメージダウン中を付与します。このようにビートパフォーマーはバフ付与が得意な、支援スキルを多く持つクラスですね。またこのスキルはアンプ設置型のスキルです。こちらも演奏スキル、音波スキルのように同じタイプのスキルが他にもあります。今回は他スキルについて深く掘り下げませんが、このような演奏、音波、設置、の3タイプに分けてみると、多くのスキルがこのいずれかに分類されます。クラス実装後はどのスキルがどのタイプで使用できるかで覚えると、あとはスキルごとに効果を把握するだけで良いので、わかりやすくスキルが使用できると思います。スキル詳細はもうすでに情報が公開されていますが、おすすめなスキル構成などは新クラス実装後、動画にする予定です。実はもう考えついているんですがアップデ後のお楽しみということでね。スキルについてその他気になるところのお話がこちらです。クラス共有アビリティであるアグレッサーモードについて、攻撃系タクティカルスキルがあればあるほど、ダメージバフが常時発動するという、火力を出したいダメージクラスに欲しいアビリティ。こちらは攻撃系1枠につき 1%、最大 8% のようです。大体、ギター以外でどのクラスでも装備して良さそうです。バフの重複について、同一のスキル効果は重複せず、効果の高い方が継続され、効果時間は上書きされるみたいです。バトルイマジンは現状この仕様になっていないようですが、今後新クラス以外のバフもこのようになると嬉しいですね。そしてスキル範囲の高低差について、こちらは球体上の範囲で上下左右の距離が等しいみたいです。坂などでもちゃんとバフがかかるそうです。というような話題も出ていました。次に新クラスの実機映像で気になったところに注目して解説していきます。こちらは演奏スキルの一つハルシオンノートです。一部の演奏スキルではタイミングよくスキルを追加入力する必要があります。タイミングはスキル使用時の黄色い輪を見ることでわかります。追加入力タイミングの猶予は結構あるとのことなので、適当にスキルを押していても大丈夫かも。次にヒートゲージの状態についてです。ヒートゲージは攻撃やスキルをアンプから拡散等すると上昇します。下派生の通常攻撃で時間経過で徐々に上昇するバフもあります。特にタクティカルスキルのスピリットチャージでは、一定時間ヒートゲージが溜まりやすくなるバフスキルがあり、これが非常に強力なバフスキルのようです。ヒートゲージは3段階の状態で、最大時は先端が光り輝き、ハイスピリット時は色が黄緑になってゲージが時間で減少します。ハイスピリットによるダメージの上昇はおよそ 1.3 倍くらいで、スキルによっては 1.1 倍や 1.5 倍と個別に設定されています。ハイスピリットの持続時間は G2 で66秒、長くて83秒になるようです。ブルトスキルのカデンツァについてです。こちらも実は演奏スキルと同じタイプです。範囲攻撃、範囲回復、余ダメージアップ中と非ダメージダウン症。これらの順で効果を発動します。厳密に言えば1回目は攻撃、2回目は攻撃と回復、3回目は攻撃と回復とバフ付与です。
次はミッション時のプレイから気になった点を見ていきます。アンプと自身はそこそこ離れていても、通常攻撃や演奏スキル等はアンプからも効果が範囲で発動します。そのため遠距離クラスとしてかなり離れていても、ある程度攻撃やスキルを難なく使用できます。画像だと極端ですが、物陰から安全に攻撃やスキルも使用できるというわけです。フィールドだと仮性能に直結しますし、ミッションでもエネミーの誘導自動に活用できそうです。ただ自身からも攻撃やバフが範囲で出るので、結局は遠距離クラスもいつも通り、近接クラス同様にエネミー集団やボスに密着する形が、最も理想型だと思われます。ここら辺はエネミーのヘイト関連やバフ範囲、自身の攻撃等、様々な要因があるとは思いますが、EX/SP パーティーの攻略解説動画あたりをご視聴すると顕著にお分かりいただけると思います。このシーンでは上から暗部を受けるのではと試していました。個人的には角度の問題で、身を乗り出して真下を狙えば設置できそうな気もしました。フィールド借りだとそこそこの高低差なら、このようにして暗部を遠くから設置して活用できそうですが、ダメージをどれくらい出せるかも重要そうです。複数人で同じ場所で狩りをするならもっと楽ができそうですね。ミッションだとヘイトが分散するのでやめた方が無難です。ボス戦の映像ではボスがバリアを張っていたところで、音波スキルを使用してビーム攻撃を妨害していました。音波スキルは貫通する仕様ですので、バリア状態のアイアンコフィン等でも状態異常を付与できます。貫通と拡散効果を持つ音波スキルも使い方によっては、かなり強いことが見てわかりましたね。アンプ側の拡散自体もバリアを貫通していたため、音波そのものだけでなくアンプ側も貫通する範囲効果をもたらすようです。ここまでがビートパフォーマーの実機映像で、気になった部分の解説でした。他には初期案でギター以外にハンドベルという案もあった。実際にギターの音がスキルごとに全部違うこだわりがあるなど、開発の方が面白いお話もされていました。新クラス実装、とても楽しみですね。そしてまだ開発途中のコンテンツに関する映像も公開されました。こちらはなんと、ハウジングについてです。少しずつでも開発作業が進んでいるみたいです。ハウジング系のコンテンツは需要ありそうなので、ぜひとも頑張ってほしいところです。チーム機能のギルドやクラン、フレンドと集まる空間ができると良いですね。ハウジングは一点、部屋に家具を置いたり装飾するだけにも見えますが、NPC を呼び交流できる、音楽を聴ける家具、ミニゲームができる家具、もっと言えば牧場要素など、コンテンツ拡張の広がりとしては第一歩な気がします。今後どのようにブルプロがアップデされていくかわかりませんが、新しいコンテンツが開発されていくのに期待したいですね。まだまだ開発の検証段階ということで、本当に実装されるのはかなり先の話になりそうです。1周年には間に合わないと思いますが、少なくとも年末くらいには、もしかしたら仕上がってくるかもです。ほとんど妄想のようなお話をしてしまいましたね。というわけでハウジングの開発段階のお話でした。そしてかなり完成しているというエネミーラッシュについてです。こちらはミッション中にランダム発生するイベントのようで、宝箱がたくさんドロップする敵が置くボーナスタイムです。確率で発生するボーナスなので、ミッションの楽しみがさらに増えますね。制限時間付きということで、ミッションそのものの時間も増えるか止まると嬉しいですが、どういった調整でいつ実装されるか、まだわかりません。それと斧のツインストライカーが新しい挙動をしていました。個人的には通常攻撃もしくはクラスアクションの15による、さらなる派生系アクションだと予想します。現状だとクラスアクションに上派生や下派生がないので、そちら側で追加するのかなと思います。開発の小出し情報についてのご紹介でした。月に新クラス実装記念キャンペーンです。アップデ後から色々なイベントが開催されるようです。こちらも後日アップでのお知らせなどに詳細の情報が出ます。また5月8日から特設サイトでのイベントも開催されます。今回はビートパフォーマーの獲得経験値に応じて報酬がプレゼントされます。X のシェアによるキャンペーンもあります。歌姫応援キャンペーンのような感じだと思います。歌姫といえば5章のライブシーンですよね。音楽と声優さんの歌がすごい素敵でした。そんな感動シーンの詰まったソングコレクションが2024年の6月12日に発売されます。というお知らせでした。ブルプロ通信の配信記念プレゼントです。もうすでにログインしている方はゲーム内レターから受け取っているとは思いますが、一応5月1日までにログインすると受け取れます。レターにも30日間の期限があることもお忘れなく。
最後に次回ブルプロ通信の配信予告です。ブルプロ通信は6月14日のちょうど1周年に配信されます。ゲームのアップデートは6月下旬が予定だそうです。5月はブルプロ通信ないようですね。大きなアップデートはもう1周年までないんでしょうかね。何かしら一月に一度はアップデートで実装されると思うので、先ほどのエネミーラッシュなどが5月の目玉なんですかね。それならまたクラスレベルの上限解放も5月に来そうです。以上が今回の動画内容でした。どうでしたか？ブルプロ通信16で公開された情報、アップデート直前の情報が盛りだくさんでしたね。ぜひともコメントで感想などいただければ幸いです。いつもチャンネル登録、高評価、コメント、動画投稿の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。